本当に分かんなくなって、なんで分かんないんだろう。人に食べてもらうのが好きですで、これ私が作りましたとか言って。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。このお店は今年で創業59年を迎える中国料理なんですけど、料理長やってます田原恵梨香と申します。よろしくお願いします。しっかり料理長って名乗るようになったのはここ 1,2 年だと思います。今まではずっと自分のお父さんに何でも任せっきりだったんで、これからは世代交代じゃないですけど、自分がメインになって引っ張っていきたいなっていう気持ちで頑張ってます。はい、はいよ。はい、おはようございます。はい、お疲れ様です。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ。はい。私の父でここの社長です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう2人に任せて、もう安心なんで、作る方はもう任せて、めちゃくちゃ忙しい時だけ呼んでもらえたらっていう感じぐらいで仕事しているようなもんです。お店の玄関のところに、もう夏は麻婆カレーをし。私の旦那で2年前からここで働いてくれたね。こっちが旦那の場所で、私があっちで、もう完全に2人で今料理作ってます。自分が全然料理とかしてこなかった人間なんで、一からこう覚えて、横には大先輩の料理長がいるんで、安心して胸を借りる気持ちで今頑張ってます。お疲れ様です。お疲れ様です。私のお母さんです。ジムまでやってくれる。ホールして洗い場して作ったり。あんま仕事関係ないんですけど、本当になんか世界一面白くていつも音楽かけながら厨房仕事してるんですけど、パッて見たらなんかめちゃくちゃ踊ってたりするんです。厨房の空気が明るくなったりとか、なんか翔太くんも義理の家族に入るってなったらやっぱ気まずいところあるんですけど、大丈夫だなみたいなっていう空気作りをしてくれるんで助かってます。もうちっちゃい時から知ってるので、小学生から同級生で。ダンスいらないですか？ダンスいります。いらない。こっちめちゃくちゃ忙しくてみんな鍋振ってるのに横でなんかめちゃくちゃ踊ってるんです。スープ香るよ。最初
はこうやけどしてもなんかまだ厨房に入ったのが全然20歳過ぎとか、最初はやけどしてもなんか1週間ぐらいさ結構綺麗に治ってて、でもさなんか急にある日を境に本当に急に治らなくなっちゃって、普通に年で治らなくなっちゃった。悲しいことか全部シミですね。こういう職業だし別にいいやんって勲章みたいな感じで大事にしてます。これを5年ぐらい寝かせた味噌下にあるんでちょっと持ってきます。でこっちは冷凍庫と冷蔵庫があるって感じです。ちょっと待ってください。はい、こっち冷凍庫、これこのまま持っていこう。よいしょ。じゃーん。これが、ひなぐ味噌を作られるところにクララ米を持って行って作ってもらった味噌です。それを5年寝かして作った熟成味噌。この味噌が本当に美味しくて、クララ米とあと国産の大豆で作ってくれてる八代飯店専用の味噌です。こっちは麻婆豆腐とか麻婆茄子とかホイコーローを作る元になる甜麺醤っていうのを作ったりします。コクと甘みが全然違います。甜麺醤とかにする味噌に向いてる結構中華向きになります。よいしょ。これが4袋で、今日はだから12袋分ですかね。トマトピューレするのはエビチリのタレを作るときにうちがケチャップを使っていないんですよね。ピューレから作るんで、どっちかというとすっきりした味わいになるっていうか美味しいんですけど、手間はケチャップは袋開けるだけなんで、煮詰めるのも合わせると5、6時間はかかりますね。この段階で5、6時間です。その前段階もあるんで、要はちぎってきたやつを全部ヘタを取って洗って一回真空してで冷凍するんですけど、この量でちぎる時間を入れずに8時間ぐらいですね。生産者さんが本田さんのところが収穫が終わった後にみんなで行ってちぎり上げたトマトです。で最後のちぎり上げっていうのは収穫が農家さんが終わられる後で、終わった後もトマトもできてくるんで、それをちょっとすいませんけどいただきに行くっていう感じです。案外ちぎりに行くと楽しいですよ。サウナ状態でこれ糖度計でちょっと度数を測って最終的に12度まで煮詰めるんです。13度14度でもいいですけど、12度以上まで煮詰めるんですけど、糖度が高くて甘い方が味が絶対になんでか濃くなるっていうかですね、美味しくなるんですよね。これが加熱してピューレにした真空して冷凍してます。取れる時期が6月ぐらいで終わっちゃうので、そういう時にバーって全部仕込んで一年中使えるように冷凍してます。エビチリのタレ作ります。子供が食べれるぐらいのピリ辛に仕上げてます。熱っ。それではおはようございます。今日もかなり暑いんですけれども、熱中症に気をつけながらやっていきましょう。今日も一日頑張りましょう。お願いします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 。麻婆カレー
るかな、中丼。失礼します。お待たせしました。寒天セットの酢豚です。美味しいって言ってお兄ちゃんの方。美味しいです。美味しいです。ありがとうございます。どうもありがとうございます。気をつけて。あれ。失礼します。すみません。午前でございます。ありがとうございます。お久しぶりです。ありがとうございます。誕生日の前。あ、はいはいはい。そうかそうか。このお店は昔ここじゃなかったんですよ。その頃から知ってます。付き合いは長いです。麺も美味しいし、チャーハンもすごく。子供たちも好きですよ。必ずチャーハン頼んで。いいわね。ご飯を作る人知ってるんですよ。やっぱりご飯美味しい。クララさんかな。クララクララ。食べたことあります。美味しいですね。一生懸命作ってらっしゃる。ちくわもひなぐからね。そう。みんなそう。地元のもので。地元の食材使っていらっしゃるから。いいですよね。安心して。
お店を手伝ってたのは本当幼稚園とか小学校から料理を運んだりとか、なんか春巻きを一緒に巻いたりとか、お客さんと話してみたいな感じで、どこにも修行とかは行ってなくて、本当にこのお店一本でやってます。高校の頃に睡眠障害がひどくて4日間眠れなかったりとか、なかなか学校に通えなくてやめようか迷ってるって話してて、その間もずっとお店は手伝ってたんですけど、それ辞めるんだったらなんか人のためになることをしろって社長が、その時ちょうど東日本大震災があった直後だったんで、その時私16歳だったんですけど、社長が東日本に行ってボランティアしろって言って私一人で住み込みで数ヶ月間ボランティアにいたんですよね。ボランティアしながら高卒認定という資格を取って、もう全然このお店とは関係ない職に就こうと思ってたんですけど、もし自分が働かないってなったらやっぱこのお店はなくなっちゃうのかなって考えた時に、なんかそれは寂しいなと思って、このお店で働くのが一番だなと思って、コロナの時って営業しちゃダメっていう感じで、でも給料は払わないといけないし、お店の家賃とかも払わなきゃいけなくて、パパとかママとかはものすごいストレスだろうなって思って、でも絶対にそれを見せない、子供たちに対してはその前向きなことしか言わないんで、尊敬しかないですこれは今毎月出してる反転新聞っていうのがあるんですけど、それの新聞の方を書いてます好きでやってて5年ぐらい続けてるんですけど、八代市の新聞に織り込んでもらって、でこの辺の地域の人に見てもらってます。最近なんかちょっと雑誌風の表紙こだわってて、なんかちょっとかっこよく料理の写真撮ったりとか編集したりとかは、ここがめちゃくちゃ時間かかって、完成まで本当1週間以上は かかっちゃいます。じゃあ行ってきます。暑い。今からうちで使わせてもらってるトマト農家さんのトマトと、あとピーマンを取りに行きます。レジ横マルシェっていうのを最近始めて、農家さんの規格外の野菜だったりとか、うちのレジ横で販売してるんですけど、それがすごい週末は人気ですぐなくなっちゃうんで、こんな感じで取りに行ったり、農家さんと直接取引しだしたぐらいから、なるべく化学調味料を使わない中華を作るようにしてて、農家さんがすごい手間暇かけて、その無農薬でこだわって作ってくださったお野菜を、素材がすごい美味しいんです。素材から出る旨味を最大限に活かすために、この野菜だったら何度で調理したら美味しくなるとか、そういうのをちょっと研究して、なるべく化学調味料を使わずに作ってます。曲がる道を間違えました。いつも決まった道から行っちゃうから。一回この辺で私めちゃくちゃに事故ってるんですよ。だから大きい道からしか行かなくて。さっきこっから曲がったっけ？なんで間違えたって思ったんだろう。本当にわかんなくなった。なんでわかんないんだろう。なんかトライアルできて急にわかんなくなった。頑張ってるね。すごい。これが今季最後。あ、じゃあもう最後なの？最後、そう、今季最後。こう見てわかる通りカラフルなんですけど、それぞれ色ごとに味も食感も香りも違うので、すごいそれが楽しい、美味しいって言いながら子供ちゃんが緑好き、オレンジ好きって言いながら取ってくれる。なんか選んで楽しいみたいな。甘いだけじゃなくて酸味もあったり旨味もあるから、そこが美味しさの秘訣だと思います。ありがとうございます。結構年齢とか近いんですか？全然下だよね。26です。6だよね。32歳。最悪だ。ずっと前からうちのトマトと取り扱ってもらって、でレジ横マルシェとかでも
扱ってくださったり、そのご家族でも一緒にトマトの作るところから手伝ってもらったり、そんな飲食の人なかなかいないので、もう本当にいつも助けてもらってありがとうございます。こちらこそありがとうございます。無農薬で作られてるその裏にある努力とかを見て、自分もその料理の質を上げなきゃとか、これだけこだわって作ってくださるんだからもっと頑張らなきゃみたいな、その頑張る種にもなるし、旨味が強いからうちの味の核にもなってるし、これがないともううちはやっていけないっていうか大事なトマトなんで、本当にいつもありがとうございます。こちらこそです。もらっていきます。はい、寂しい今期最後。いいよいいよ。ありがとう。また美味しいなってやらなきゃ。冬だね、冬。これはいつ取れたものですか？これ昨日おととい収穫してる。あ、こんにちは。ムキムキ。ムキムキお父さん。そんな作ってる。すいません。いただきます。おいしい。本当に。何が好きですか？やっぱ赤が一番好き。メロンがあるんですよ。ちょっと失敗しちゃってこっち。あ、そうなんですか。甘くないんだけど。持っていく。もう全然いいんですお願いしますか？逆にですか？エリカちゃんがそのメロン食べられないってアレルギーだからイガイガするって言ってて、そしたらうちの主人がこれ多分エリカちゃんがイガイガしないメロン作れるって言って作ったんです。そしたらエリカちゃんね手伝ってもそう食べれるようになって、こう真っ赤になってたのに何もならなくなって。肥料の中にそういう成分が入ってるのがあるから、俺はそれを使わないから多分大丈夫だよって言ったら本当に大丈夫。食べいてくだただきまさい。す。食べてください。だったらお土産。すいません、本当にありがとうございます。いいえ。お疲れ様です。ありがとうね。お疲れ様です。でトマトはもともと嫌いだったんですけど、本田さん家のトマトで食べれるようになりました。今から行くピーマン農家さん、ほんとヤクザみたいな顔してるんですよ。でもめちゃくちゃものすごい面白い人で、ほんと農業もすごい一生懸命取り組んでて。あ、いました。タンクトップ。面白い。ピーマン取ってくるの忘れた。これですこれ。ジャンボピーマン。それこう顔もよろしいですか？いやいや。ありがとうございます。で、今回1000円。はい。これがキュウリの苗ですね。いや、キュウリ大好き。キュウリ本当。ピーマンの匂い。この辺なんですけど、この辺食べてもらっていいですよ。いや、ちぎらんでもね。パクって。そうです。いきます。いただきます。甘っ。うまい。ねえ、水分すごいよね。水。ジャンボピーマンって言って、こうカットして加工でこう出荷してるんですけど、だからこう種がここにしかついてなくて、割ってもらったら分かるんですけど、こう大体ピーマン綿がこうあるじゃないですか。ここにしかないっていうのが特徴で、加工しやすい。食べてもらう人がほら安心安全っていうか、もうできるだけ化学農薬っていうのを使わないように心がけてはいるんですけど、食べる時になんか農薬の匂いがしたりとか、自分たちも作ってる自分たちも嫌だしっていうので、虫と戦ってます。ピーマンすごいもう酢豚だったりチンジャオロースとかに使ってるんですけど、本当に何も手を加えないでも美味しい状態のピーマン使わせてもらってるんで、本当にありがとうございます。いい、こちらこそ。農業者としてですよ、 JA とかに出荷するんだったらどこに行ってるかわからないじゃないですか、自分の野菜が。でもこうやってレストランだったりとかで使ってもらうことによって、出荷したやつがお客さんの口の中に入る、
そこが見れるっていうのがやっぱ一番っていうところで、八代飯店さんですね、めちゃくちゃこう可愛いね看板娘さんがいらっしゃってお客さんもいっぱいで美味しいものを食べさせてくれるので、いつも僕たちも感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございました。またお疲れ様です。うちで実際に使ってるトマトだったりお野菜なので、うちで料理食べて美味しいなって思ったら買って帰れるようになってるので、よかったら食べてください。ほんとここでちょっとだけ、これレモンで、これが大葉、この間全部切っちゃったんですけど、リーフレタス、これピーマンだと思ったら唐辛子だったんですと、これがピーマンで、この間ちょっと食べたくてこういうちっちゃいやつをちぎって食べちゃったばっかり。ちょっと勉強のためにもちょっとだけ自分で育ててます。自分で作ってみないとやっぱ大変さとかが分かんないんで、自分でやってみようっていうもう食べれるって？もう食べれるんじゃん。一個ちょっと割って食べてみようと。そんな暇はありません。土曜日、はい。上がりました。はい、行ってきます。いってらっしゃい。はい、行ってきます。もう今ここに33年かなぐらいになるんですけど、やっぱずっと仕事は楽しいですね。料理作って面白いです。今、60歳になりました。どういう思いで娘さんが料理長になったのか、はい、お父さんの意思でなったんですかね。そうです。自分がどうしても出なきゃいけない宴会がうちの店であったんですよ。でもその時にもうメニューは俺が考えないからもう全部自分で考えてくれって言って出してもらったコース料理がめちゃくちゃ評判が良かったです。あ、もうこれ俺作らなくていいわと思って世代がもう何十年も違うんで、やっぱり今の感覚に多分娘が作る料理の方が合ってるんですよね。だからもうこれだったら今後いろんなことはもう自分の娘に考えてもらおうかなって思ったのがもう一番ですね。本当にマルシェを始めたりしたのも自分の発案なんですよ。だから自分がこうやった方がいいとかっていうんじゃなくて、自分でもうそれをやり始めたもんで、大体同じようなことを考えてるなっていうのがありがたくて、もうだから逆に言うと任せれるかなとは思います。お客さんも喜ぶけど自分たちもやってて楽しいし、やっぱその生産者の人とかも喜んでくれるのがやっぱ一番いいんで、いろんなことをやるのが楽しいっていうのを続けてくれればいいかなと本当に思います。料理はもう楽しいです。本当に鍋振るの好きなんで、やっぱチャーハン作ってる時とかも楽しいし、人に食べてもらうのが好きですなるべく自分で作ったやつは自分で持って行ったりとかします。で、これ私が作りましたとか言ってこんばんは。こんばんは。あら、お疲れ様です。やっと決まったよ。はい、すいません、私は、10円実行ちゃんと来たいですね。ありがとうございます。なんか前似てる人が来て、その山田さんじゃなかったのが、今日は本物の山田さん来たよって言ってました。本物。本物。僕はもう子供の頃から来てるんで、で大人になってからも来るから30年以上前からこの自然の、ね、食材にこだわって、こだわりの食材を美味しく手頃にいただけるっていうところが一番いいんじゃないですか。個人的なお気に入り、ビール。僕はですね、本来はいつもこっちタイピーエンド、ここの八千代飯店さんの麺類が最高なので、はい、おすすめです。カラフルトマトね、やっぱりここの玉ねぎ美味しいですからね。もうここもね、入れ物もね、もうずっともう使えますからね。この入れ物これ読みますか、もう、ここで情報も得れる。はい、ありがとうございます。よし、食べながら帰ろう。陣内智則みたいな。
ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。お店での楽しさやりがいっていうのはどういったところに？ホールのおばちゃんは私が赤ちゃんの頃から働いてくれてる3人だし、厨房は私のお父さんとお母さんと一昨年から、旦那が入ってくれて、もう完全に家族だけでやってるんで、それがすごい自分の中では楽しいし、お客さんとかに美味しかったよって言ってもらえるとすごいやりがいを感じます。自分はもう絶対このお店を守りたいし、今59年なんですけど、とりあえず100年までその時72歳なんですけど、現役で中華鍋振れるぐらい頑張っていきたいなって思ってます。